はい、皆さんこんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルではスタンダードを戦っていく動画を配信しております。MTG やってるよという方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけたら幸いです。はい、今回使うのはですね、セレズニアエンチャントですね。はい、今更かという感じなんですが、1年振り返ってみて、そういえばまだこのデッキ回してなかったなと思って、これを回しています。セレズニアエンチャントも非常に強いです。で、結構早い。で、今これ録音が年末年始なんですけど、忙しいこの時期に、強くて早いデッキをね、回せればすぐ動画も作れると思ってですね、セレズニアエンチャントに甘えてしまっています。ごめんなさい。はい。なので、オリジナルデッキはまたちょっと考えていこうかなと思います。で、セレズニアエンチャントで何なのかっていうと、エンチャントに特化した、クリーチャーとかで、クリーチャーやエンチャントで、攻めるっていうデッキですね。クリーチャーもね、エンチャントタイプだったりするんで、そこも、活用していくという感じです。で、樹海の自然主義者。エンチャントの呪文を唱えるコストが1マナ少なくなるっていう、これ1が非常に強い。こいつを起点に、攻めていくという感じですね。で、あとはそうですね、調和の折り手エンチャント、ヘビードルイド、エンチャントクリーチャーはプラ11のすべてのエンチャントクリーチャーですね、コントロールしている。プラ11の修正を、与えるという調和の折り手4枚積み。で、あと噛みつく相棒もエンチャントなんで、エンチャントです。あとはね、スピリットも活用します。ここら辺がスピリットかな。1マナ、気前のいい訪問者。エンチャント呪文を唱えるたび、クリーチャー1体対象とし、プラ11カウンターを置く。これもスピリットです。で、これも無常の神。これもスピリットなんですが、エンチャントと唱えると、無常の神の上にプラ11カウンターを置くっていう感じですね。で、終了ステップ開始時に、エンチャントが戦場から墓地に置かれている場合は、こいつを手札に戻すという感じです。はい。で、あとはね、ここら辺は1枚積みで、経力数もこれがね、やばいです。エンチャント、セレズニアエンチャントさらに強くしてしまったというカードです。こいつがね、出た、または、これ、エンチャントが、戦場に出たから、クリーチャー1体対象とし、プラ11カウンター1個置く。また、こいつや、こいつじゃない、オーラがついてるクリーチャー1体が、プレイヤーにセットダメージを与えるたび、コントロールしている伝説でないエンチャントを1つコピーすると。っていう感じのカードです。で、ダメージ与えたら、ここら辺の、無鉄砲とか、あと、こいつもエンチャントなんで、エンチャントをですね、コピーすることができます。で、どんどんプラス1カウンターも乗っていくという感じです。で、あとは、2枚積みですが、神聖なる憑依ですね。7つ以上のエンチャントをコントロールしている限り、あなたがコントロールしているすべてのクリーチャーは飛行と警戒を持つ。で、エンチャント呪文を唱えるたび、このクリーチャーはパワー、タフネスな、スピリットの数に等しい、スピリットクリーチャー、クレリッククリーチャートーク1個生成するという感じです。エンチャントを唱えると、スピリットがバシバシ出てくると。で、ここら辺もね、スピリットなんで、ここら辺も関係して、強くなっていくと。そういう感じのデッキになっています。はい。それでは早速やっていこうと思います。はい。よろしくお願いします。ミマナ。作れる部と、神聖なる脅威、あとは自然主義者が2枚、あと経力数ですね。土地があと1枚欲しいかなーっていうところかな。相手のカードは、相手はボロスですね。ボロスカラー、赤白ですね。さあ、自然主義者を出して、エンチャント呪文を唱えるマナ数が1少なくなります。相手は2ターン目。さあ、2ターン目相手何出してくるか。ウセロですね。イクサランからウセロ。地図ですね。探検プラス11と結構相性いいんじゃねえかっていうところで、別に使われても、っていうところですね。結構クリーチャー数も結構多いので、1体ぐらいいいかなっていうのと、
まあ、あとはプラス11カウンターを伸ばすデッキなので、そもそも。なので、非常に、まあ別にやられても、そこまできついかなっていうところではありますね。さあ、なるほど。はいはいはい。これは地図ですね。さあ、ターンをもらいます。さあ、4ターン目。ケイリクスを出しますか。まあ、神聖なる表裏で先にエンチャントかな。エンチャント呪文を伸ばすとっていうスピリット出すっていう効果もあるんですけれども、まあ、先にケイリクスを出します。はい。まあ、ここの訪問者で44に伸ばして、まあ、相手も1、2なんでね、ちょっと赤が怖いな。なんか火力が飛んできそうですね。2点火力が飛んできそうな予感です。はい。で、地図使いますか。反抗を伸ばします。まあ相手赤が入っているので、まあ火力が飛んでくるかな。ダメージが怖いかなっていうところもあって、まあ次のターンからファンコンでライフを回復するっていうところを、まあ、意識に置きつつ、まあ、地図で伸ばすと。映画城の修繕。これまあありですね。英雄弾2勝目で、エンチャントを持ってくることができるので、まあ、一旦残しておきます。かりそめの時間が来ましたね。さあ、何を追放していきたい？一旦相手まだフルタップで、妨害系ないんで、スクレルブで、呪言を付与して、免れますね。はい。さあ、スクレルブをね、置いている限りは、まあ、クリーチャーがやられることはないと思います。まずスクレルブから除去しないとっていうところですよ。はい。で、ケイリクスと自然主義者でアタック。ケイリクスが通ると、あれもコピーできます。エンチャントをコピーできて、自然主義者ですね。コピーしましょうか。はい。まあ、ハンコンで、まあ、1点伸ばしますか。はい。で、残り3なんでね、もう勝ちかな。勝ちました。ありがとうございます。まあ、2マナまで見えていますが、まあ、土地引くかどうかだな。神使い棒を出して、まあ、無鉄砲で投げてもいいか。無鉄砲で、アタックするか。まあ、1ターン目はとりあえず土地だけを切ります。1ターン目。相手は島ですね。考慮が入って、これもしかしたらあれかもしれないな。青タンか？さあ、これ映画城の修復でですね、出せたらいいですよね。3ターン目は。とりあえず神使い棒を出します。で、これでカードを1枚取ろう。土地引きましたね。ありがたい。さあ、自然主義者を引きました。一旦こいつ出すか。打ち消しあるかな？ないですね。なんかね、島が2ターン。要はフェッチランドではなくて島が出てきたっていうことなんで、青タンなんじゃないかなって勝手に思ってます。で、経由口も出てきた。で、考慮。結構ね、この考慮で、その土地、墓地を増やすっていうところから、やっぱ陣が、傲慢な陣が入ってる可能性がありますね。さあ、土地しかないですね。これは英雄弾2章で、その墓地からピックしてくるところで、墓地に何もないというところでまだ、キープしています。樹海の自然主義者を出して、エンチャントのコストを低くします。勝ち消しですか。しょうがないですね。やっぱりカウンターが入っていましたね。こうなったら、無鉄砲で殴っていくか。
青タンの結構弱いかなっていうところは、一旦クリーチャー出しちゃえば、カウンターとかは入ってるんですけど、なかなかバウンスを引かない限りは、なかなか対処しづらいっていうところがありますね。で、5マナとかだったら、パワー5以下か。トレイリアの恐怖で止まりますし、なんだ。あと、確か5マナ陣がタフネス4だな。タフネス4は止まるんですよ。トレイリアの恐怖。これは飛行じゃないんでね。でパワー5あれば止まるんで、止まります。で、5マナ陣はね、飛行だから、ちょっと一方的にやられちゃうと危ないかなっていう部分もあるんですけど、こういう風に今、引いてきたコツカですね。コツカが、3枚ぐらいあるので、飛行に対処できないので、そこは、コツカで、対処しようと思ってます。でトイレリアの恐怖に関しては、55なんで、ミツカイボでアタックしてみよう。で、相打ち取れるかどうか。取れますね。これでカード2枚ドローして、ハンドのアドバンテージを取りに行くと。で、土地引きたかったな。土地引くと、カウンター2マナ払わないと打ち消しっていう呪文がありますが、そこを、やっぱり、回避したいっていう部分があるので、土地を伸ばしておきたいなっていうところあったんですけど、土地なかなか引かないですね。さあ、八景の渇望で相手は手札を伸ばしていきます。これでね、手札がちょっと十分な感じになってくると結構怖いです。でも相手は4マナあって、今1枚しかマナを残してないので、とりあえず神聖なる醤油を出します。出た。これで、エンチャントを唱えると、スピリットが出てくるので、なかなか対処しづらい部分があるんじゃないかな。バウンスもね、クリーチャーだし、なかなかね、青タンだとエンチャントに対処しづらいっていう部分はありますね。カウンターを通っちゃうと。なんで、ここからは、エンチャントを展開しつつ、スピリットを出していくと。そういう流れにしていきたいですね。打ち消しはありますか？なるほど、知識の流れ。結構ドローしてきて、ジンとかが、5マナジンとかそろそろ出てくると思うんだよ。映画城の修繕。はい、これでエンチャントでさらにスピリットが出てきました。平地をピックして、しっかり成長出しますと。まだコツカは使わないですね。陣が出てきたら、それに使います。スクレルブで、バウンスも結構守れるんで、結構、硬いかな。盤面硬いよって思ってます。これ入れてるの珍しいですね。これ、そうなんですよね。これ、バウンスなんですが、結構ね、合うんだよね。一つだけ選んで、それ以外バウンスするんですけど、結構青タンだと、単品が多いですよね。単品っていうか、トレイリアの直通だけとか、5マナジンだけみたいな、盤面が、一つ強いやつ。で、あとは、妨害系呪文っていうケースが多いので、非常に飲み込む仕様と相性はいいです。で、なんで、そういう全体系ですよね。青における全体除去みたいなのがないじゃないですか。火力も、そうなんですよ。それの全体、多展開、横展開された時の対策として、青なんもねえなって思ってたんですけど、この飲み込む仕様は結構非常にいいです。で、僕も結構何かデッキで採用してた気がしますね。これね、ここからがちょっとポイントで、結構、マナーを構えられてると、カウンターがあるんじゃないかなってちょっとね、
思っちゃいますよね。トレイリアの恐怖が2体出てきた。これはやばい。これ一旦 K リックス出しますか。これ K リックス出してカウンター食らうか。カウンターが来たら、まあ、まだ、相手ね、2枚ずつ使ってね。今、トレイリアの恐怖で、使って、まだ結構タップしているんで、残り2マナですね。コツか打ちますか。相手のトレイリアの恐怖が5法2なので、2マナ残しておきます。1対5法。コツか使うと、はい。コツか使うと K リクス、そうだな。エンチャントが発生して、K リクスの効果でプラス11効果があります。トレイリアの恐怖にコツかですね。なるほど。要は K リクスのスタックが乗る前に、あれですね。バウンスすることで、プラス11カウンター乗るのを防ぐと。かつバウンスで、55は回避したいっていう相手の意図が見えますね。トレイリアの恐怖、55があると、こっちも55だとトレイリアの恐怖が止まるっていうところが懸念されて、まあ、バウンスを打ってきたと。ただまあ、スクレルブがあるんでね、こういう、で、青からの呪言もあって、ブロックされないがあるんで、付与されました。結果として、そのスクレルブを、なんだろうな、青の呪言がブロックされないっていう効果が付与されてしまったので、まあ、結局通る羽目になってしまったと。そういう感じですね。ここで、こっちはマナフルタップなんで、相手がバウンスやら何やら打ってこれないんであれば、こっちの勝ちになってしまう。はい、ここで経由希望で、バウンスされました。はい、ただですね、スクレルブが残ってると。ここで相手4点ですが、一発コツか打つか。まあ、自然主義者打つと、で、これもエンチャントなので、K リクスの効果が発動しますよね。K リクスで、そのプラス1カウンター K リクスです。はい。で、スクレルブで、はい、勝ちました。ありがとうございます。そう、スクレルブでね、通しちゃうんで。